解説。1996年のテレビ番組ベスト10。懐かしの名作を振り返る。こんにちは皆さん。今日は1996年に放送されたテレビ番組のベスト10をお届けするよ。1996年は日本のテレビ番組にとっても特別な年だったんだよね。ああ、懐かしいな。あの年には多くの名作が生まれて、今でも話題になる番組がたくさんあるんだぜ。そうなの？でも、どんな番組が特に人気だったの？例えば、スマップや名探偵コナン、そしてロングバケーションなんかは今も語り継がれてる番組だな。そうなんだ。それにしても、1996年のテレビ番組って、今見るとどんな感じなのかな？ 1996年はまさに、テレビ番組が新しい風を吹き込んだ時期でもあったんだ。その年に放送された番組がその後のテレビ文化に大きな影響を与えたんだぜ。すごい影響力だね。じゃあ、今日は1996年の名作番組をランキング形式で紹介するんだね。その通り、今回は1996年テレビ番組ベスト10を10位から順番に紹介していくよ。どんな番組がランクインしているのか、楽しみにしててくれ。第10位。銀狼回帰ファイル。1996年1月から1996年3月。第10位にランクインしたのは、銀狼回帰ファイル。このドラマは、ホラーとミステリーを見事に融合させた作品で、放送当時大きな話題になったんだ。結論から言うと、このドラマはただのホラーじゃなく、深い人間ドラマが展開されるところが最大の魅力なんだ。主人公を演じたのは、堂本光一だぜ。堂本光一さんが主演だったんだ。彼が演じた銀狼は、ただの探偵ではなく、特殊な能力を持った人物だったよね。彼が関わる事件も、普通の事件じゃなくて、超常的なものが絡んでいたんだよね。その通りだぜ。銀狼は、人間の心理や過去の闇に触れながら事件を解決していくんだ。これがただの怪奇事件じゃなくて、人間ドラマを深めていく要素となっていたんだよ。それに、事件の一つ一つに社会的なテーマが絡んでいて、ただのホラー番組じゃないってところがこの作品のすごいところだよね。特に印象的だったのは、銀狼が事件に巻き込まれながらも、自分の過去と向き合っていくところ。まさにその通りだ。銀狼が抱える過去と、その影響を受けた事件の謎解きが、このドラマをただのエンターテイメントにとどまらず、深い感動を呼び起こすんだ。なるほど。結局、怪奇事件だけでなく、キャラクターの成長や心の葛藤が書かれていたから、視聴者は最後まで感情移入して楽しむことができたんだね。そうだな。この作品は、ただのホラー番組としてだけでなく、心に残るドラマとして多くの視聴者に愛され続けているんだよ。第9位。ウルトラマンティガ。1996年9月から1997年8月。第9位にランクインしたのは、ウルトラマンティガ。1996年に放送が始まって、今も根強い人気を誇る作品だよね。結論から言うと、この作品はウルトラシリーズの中でも特に新しい要素が多かったんだ。ウルトラマンティガは、それまでのウルトラマンとは違うアプローチで、視聴者に衝撃を与えたんだぜ。確かに、従来のウルトラマンとは全然違う感じだったよね。ティガが初めて登場した時は、変身するシーンや敵怪獣との戦いがとても新鮮だった。その通りだな。ウルトラマンティガは、物語の中で変身シーンや戦闘シーンがすごくダイナミックで、視覚的にもかなり印象に残ったんだ。それに、ティガのデザインも、これまでのウルトラマンと比べて非常に斬新だったんだよ。デザインもすごくユニークだったよね。ティガのシンプルでありながら力強い姿は、今でも多くのファンに愛されているよ。そうだな。さらに、物語的には、ティガが地球を守るために戦うだけでなく、人間ドラマもしっかり書かれているところがポイントだぜ。特に、主人公である大悟がティガと共に成長していく姿が感動的だったんだ。確かに、大悟とティガの絆が物語の中心になっていたよね。それに、ティガが様々な形態に変身できるっていうのも、視覚的に楽しさを倍増させてた。
そうそう。ティガは、マルチタイプ、スカイタイプ、パワータイプといった異なる形態に変身できるんだ。この変身シーンがまたかっこよくて、戦うたびに新しい驚きがあったんだよな。ウルトラマンティガは、ウルトラシリーズの新しい時代を切り開いた作品だね。視覚的な楽しさやストーリーの奥深さが融合して、今も多くの人に愛されているんだな。その通りだぜ。ウルトラマンティガは、ウルトラシリーズの新たな金字塔となった作品なんだ。第8位、ヒュア。1996年1月から1996年3月。ねえマリサ、ピュアってどんなドラマだったの？ピュアは1996年に放送されたドラマで、主人公は折原優香という女性。優香は軽度の知的障害を持ちながらも、オブジェ作りに関しては天性の才能を持っているんだよ。知的障害を持っているけど、オブジェ作りが得意なんだね。どんな話なの？優香は、白い羽をモチーフにした芸術作品を作るんだけど、ある日、いとこの神崎亮が優香の作品を応募して受賞するんだ。そのおかげで、優香は一躍注目を浴びるんだけど、彼女の母親貴子は、優香の障害を理由に報道されることを恐れているんだよ。障害があるから、報道が怖いってことか。それで、どんな展開になっていくの？亮は普段から、優香を社会に出していくべきだと言っているけど、いざマスコミが押し寄せると、亮は優香をかばう形になるんだ。そして、記者の沢渡徹が登場するんだよ。彼はマスコミの立場から優香のことを取材して、最初は興味本位で報道しようとするんだ。記者が登場するんだ。それで、トールはどんな役割を果たすの？トールは最初、優香の知的障害やその背後にある話に興味を持ち、報道しようとするんだ。でも、優香はトールに対して、彼が自分を一人の人間として見てくれることに気づいて、次第に恋心を抱くようになるんだ。優香は、トールさんのことをどう思うようになるの？優香は、トールがただの記者じゃなくて、彼女を一人の人間として接してくれることに感謝し、最終的に恋愛感情を抱くようになるんだ。トールもまた、優香の純粋さに触れ、彼女との関係を築こうとするんだよ。なるほど。優香が成長していく姿と、トールとの恋愛が見どころなんだね。でも、周りの人々の反応はどうだったの？周囲の人々、特に母親貴子やいとこの亮は、優香を守りたい一心でトールに対して敵意を持つけど、優香は彼のことを信じて、恋心を抱き続けるんだ。この葛藤が、ドラマに深みを与えているんだよ。そうなんだ。純粋な恋愛とともに、社会との向き合い方や周りとの関係が書かれているんだね。その通り、ピュアは、ただの恋愛ドラマではなく、障害を持つ人々の苦悩や、社会との対立、そして人間関係の成長を書いた感動的な作品だったんだ。第7位、おいしい関係。1996年10月から1996年12月。マリサ、おいしい関係ってどんなドラマだったの？おいしい関係は1996年に放送されたラブストーリーだよ。主演は中山美穂と唐沢寿明で、原作は牧村悟の漫画。物語は、料理と恋愛をテーマにした心温まる内容なんだ。料理と恋愛がテーマなんだね。でも、どんなストーリーなの？主人公は藤原桃江。中山美穂が演じる裕福な家庭に育った女の子。父親の突然の死で、生活が一転し、母親とマンション暮らしを始めるんだ。桃江は進路に悩んでいた時、偶然レストランのコンソメスープに感動して、その店で働くことになるんだよ。なるほど。レストランで働くことになるんだ。でも、どうしてこのドラマが話題になったの？桃江が働き始めたレストランのシェフ、小田圭司、唐沢寿明がかなり厳しい人物なんだ。最初は二人の間に対立があったけど、小田は桃江の努力と才能を認めるようになって、桃江も次第に彼に惹かれていくんだ。対立から恋愛に発展していくんだね。どんな展開になるの？小田の厳しさに最初は反発していた桃江だけど、料理を通じて成長していくんだ。二人はお互いに惹かれ合い、最終的には恋愛関係に進展するんだけど、
仕事と恋愛が絡み合って、様々な障害が立ちはだかるんだ。仕事と恋愛がうまく絡んでいるんだね。でも、どうしてこのドラマがそんなに人気だったの？料理のシーンが非常にリアルで、視聴者もその美味しそうな料理に引き込まれたんだ。特に、唐沢俊明と中山美穂の掛け合いが魅力的で、二人の関係性に視聴者が感情移入したんだよ。料理と恋愛がうまく絡み合って、温かみのあるドラマだったんだね。まさにその通り。美味しい関係は、料理と恋愛を通じて登場人物たちの成長を描いた素晴らしいドラマだったんだ。第6位、競争曲。1996年10月から1996年12月。マリサ、競争曲ってどんなドラマだったの？競争曲は1996年に放送された、田村正和、木村拓哉、宮沢りえが主演の恋愛ドラマだよ。物語は、著名な建築家とその弟子、そしてその周りの女性をめぐる三角関係が書かれているんだ。三角関係がメインなんだね。どういう話なの？物語の中心は、建築家の海老沢康介、田村正和と、彼の弟子である高倉翔、木村拓哉。康介は非常に厳しく孤独な人物で、翔は彼に憧れている。でも、二人の間に女性、榊花、宮沢りえが絡んで、話が複雑になるんだよ。女性が入ってきて、恋愛が絡むんだね。花はどうなっちゃうの？花は翔と恋人関係だったけど、次第に康介に惹かれていくんだ。これで三角関係が形成されて、物語は彼女がどちらを選ぶのかに焦点を当てて進んでいくんだよ。うわ、それでどうなるの？物語は、翔と康介がそれぞれ花に対して異なる思いを持ちながら、花はどちらを選ぶべきか悩んでいくんだ。そして最後に、花がどちらかを選ぶ瞬間が非常に感動的なんだよ。結局、花は誰を選んだの？結末は切なくも美しいものだったよ。でも、このドラマが評価されたのは、恋愛だけではなく、キャラクター同士の人間関係や人生観の違いが書かれていたところなんだ。人間関係や価値観がしっかり書かれているんだね。それで、放送当時はどうだったの？放送当時、このドラマは非常に話題になったんだ。3人のキャラクターがそれぞれ個性的で、視聴者はどのキャラクターに感情移入したかによって意見が分かれたんだよ。なるほど。複雑な三角関係と、人生に対する真剣な向き合い方が見どころなんだね。その通り。競争曲は、恋愛と人間関係が見事に絡み合った、大人のための深いドラマだったんだ。第5位、1億人の大質問。笑ってこらえて、1996年1月から現在放送中。マリサ、1億人の大質問。笑ってこらえてってどんな番組だったの？笑ってこらえては1996年に放送開始されたバラエティ番組で、視聴者の疑問に答える内容が特徴なんだ。視聴者の質問に答える番組なんだね。そうだね。番組内では、街頭インタビューやゲストとのトークを通じて、視聴者が送った質問を取り上げるんだ。所ジョージさんが司会なんだね。彼の進行が人気だったんでしょ？その通り、所ジョージの軽妙なトークやユニークなキャラクターが、視聴者に親しまれていたんだ。質問内容はどんなものだったの？人はなぜ笑うのか？や、有名人と握手したらどうなるか？など、普段考えないような質問が多かったんだよ。それに答えるのが面白そうだね。特にゲストのリアルな反応や意外な答えが視聴者を楽しませたんだ。長寿番組になった理由は？視聴者が共感できる質問と所ジョージの進行、そしてゲストの個性がうまく絡み合っていたからだよ。なるほど。視聴者参加型のバラエティだから長く続いたんだね。その通り、視聴者と一緒に楽しみながら進行するスタイルが受け入れられたんだ。それから、日本列島ダーツの旅も忘れちゃいけないね。そうだね。ダーツを使って行き先を決めるコーナーで、予測できない展開が楽しいんだよ。毎回どこに行くかドキドキしながら見ていたのが、また面白かったんだよね。その通り、どんな場所でも、予想できない展開が視聴者を引き込んで、長年続いたんだよ。第4位、ロングバケーション。
1996年4月から1996年6月。マリサ、1996年の大ヒットドラマ、ロングバケーションって、どんな話だったの？ロングバケーションは、1996年に放送された恋愛ドラマで、主演は木村拓哉と山口智子だよ。ストーリーは、ピアニストを目指す主人公瀬名秀明、木村拓哉と、結婚式当日に婚約者に逃げられた元モデル葉山みなみ、山口智子が、同居生活をしながらお互いに成長していくというものだ。そうなんだ。どうしてこのドラマがそんなに人気だったの？ロングバケーションは、恋愛だけじゃなくて人生の成長も書いていたからだね。特に、瀬名と南がそれぞれの悩みを乗り越えながら、お互いに助け合う姿が視聴者の共感を呼んだんだ。なるほど。二人の成長が見どころなんだね。それで、二人の関係はどうなるの？最初はお互いに気まずいことも多かったけど、次第に絆が深まっていくんだ。瀬名は、ピアニストとしての夢を追い続ける中で自分を見つめ直し、南は彼と過ごす中で自分の心の中の気持ちに向き合っていくんだよ。お互いに支え合って成長していく感じなんだね。でも、二人は最終的にどうなるの？ドラマの最後では、南が瀬名に対して本当の気持ちを伝え、二人は結ばれるんだ。ただし、瀬名はピアニストとしてボストン行きのチャンスを得るけど、二人の関係はその後どうなるのか、視聴者に深い印象を残す形で終わるんだ。切ないけど、感動的な結末だね。放送当時、どんな反響があったの？反響は非常に大きかったよ。ロンバケ現象として、視聴率も高かったし、木村拓哉の演技や山口智子の存在感が大きな話題を呼んだんだ。それに、ドラマのテーマソング、ララララブソングも大ヒットしたんだよ。音楽も重要な役割を果たしているんだね。その通り、音楽と恋愛がうまく絡み合った作品で、視聴者を魅了し続けたんだ。第3位、名探偵コナン、1996年1月から現在放送中。マリサ、1996年に放送が始まった名探偵コナンって、どんなアニメなの？名探偵コナンは、青山剛昌の漫画が原作の推理アニメだよ。主人公の工藤新一が毒薬を盛られて幼児の姿になり、名探偵コナンとして事件を解決していく話なんだ。新一が幼児になっちゃうんだ。それって面白そう。その通り、新一はもともと高校生の探偵だったんだけど、毒薬を盛られたことで体が小さくなってしまうんだ。それでもコナンとして、周りの人々に気づかれないようにしながら、事件を解決していくんだよ。その新しい姿で事件を解決するんだね。でも、どうしてこのアニメがそんなに人気があるの？最大の魅力は、毎回異なる謎解きが楽しめるところだよ。コナンは警察や友達と協力しながら、事件を解決していくんだけど、推理の過程や意外な結末が視聴者を引き込むんだ。事件が1話ごとに完結していても、ストーリーは続くんだね。その通り。しかも、コナンの正体を知る人物や、彼の体を元に戻す方法を追う大きなストーリーが進行しているんだ。だから、視聴者は毎回の謎解きだけじゃなく、長期的なストーリーにも興味を持ち続けられるんだ。なるほど。謎解きと大きなストーリーの両方が魅力なんだね。放送当時、どんな反響があったの？放送開始からすぐに人気が出て、視聴率も高かったんだよ。コナンのキャラクターや、魅力的な登場人物たち、そして毎回の謎解きが視聴者の心を掴んだんだ。また、アニメのオープニングやエンディングもヒット曲が多くて、その点でも話題になったんだ。確かに、オープニング曲もすごく印象的だもんね。でも、コナンって、あんなに長く続いてるんだよね。そうなんだ。1996年に放送が始まってから、今でも続いているから、本当に長寿番組だよ。アニメだけじゃなく映画や特別編も何度も公開されていて、その度に新しいファンを獲得しているんだ。すごいね。名探偵コナンは、今も多くの人に愛され続けている名作なんだね。第2位、スマックスマック、1996年4月から2016年12月。マリサ、
スマップってすごく長寿番組だったよね。どんな内容だったの？スマップは1996年に放送が始まった。ジャニーズの人気グループスマップのメンバーが出演するバラエティ番組だよ。番組の内容は多岐にわたって、ゲストとのトークやコント、料理対決など、毎回楽しませてくれる企画が満載だったんだ。スマップのメンバーが出演するんだね。どんなコーナーが人気だったの？一番有名だったのは、ビストロスマップというコーナーだね。ゲストを迎えて、スマップのメンバーが料理を作りながらトークを繰り広げるんだ。ゲストは料理を食べながら、メンバーと楽しいやりとりをするんだけど、料理の腕を競い合うシーンも盛り上がったんだよ。ビストロスマップ。ゲストと食事を楽しみながらのトークがすごく面白かったよね。そうそう。ゲストとの掛け合いも楽しいし、時には思わぬ料理の出来栄えで笑いが生まれるのが魅力的だったんだ。それに、メンバーそれぞれの個性が際立っていて、特に中居正広の司会進行がとても上手で番組を引っ張っていったんだ。そういえば、スマップのメンバーって、それぞれ個性が強くて面白いよね。そうなんだ。草薙剛のおっとりした感じや、香取慎吾の天然キャラ、木村拓哉のクールさ、そして稲垣吾郎のマイペースさ、それぞれが番組にユニークな色を加えていたんだ。それで、どうしてこの番組がそんなに長く続いたんだろう？やっぱりスマップのメンバーが視聴者との距離を縮めるトーク力や、コントの演技力がすごく高かったからだと思うよ。それに、毎週新しいゲストが登場することで新鮮さがあり、視聴者が飽きずに楽しめたんだ。本当に長寿番組だったよね。放送当時、どんな反響があったの？スマップが当時のトップアイドルだったこともあり、視聴率も高かったんだ。さらに、番組内での名シーンや名言が話題になり、世間でも広く親しまれていたんだよ。スマップの魅力が詰まった番組だったんだね。長年続いたのも納得だね。その通り、スマップは、彼らの魅力とバラエティ力が存分に発揮された名番組だったんだ。第1位、秀吉。1996年1月から1996年12月。マリサ、秀吉ってどんなドラマだったの？秀吉は、1996年に放送された NHK の大河ドラマで、豊臣秀吉の生涯を書いた作品だよ。主演は竹中直人が演じる秀吉で、彼の泥臭い足軽から天下人になり上がるまでの、壮大なサクセスストーリーが書かれているんだ。泥臭い足軽から天下人になるって、すごい転身だね。どういうストーリーが展開されるの？物語は、豊臣秀吉が最初は尾張の貧しい農民から、織田信長に仕官し、最下層の身分から出世していく様子を書いているんだ。彼の成長過程では、様々な戦い、信長との関係、そして仲間との絆が重要な役割を果たすんだよ。戦国時代の熾烈な戦いの中で、どんなドラマが展開されるんだろう？秀吉は信長を支える一方で、自身の野心を膨らませていくんだ。彼は決して諦めず、戦の中で多くの地望を巡らせ、徐々に力をつけていく。その姿はとても魅力的で、視聴者を引き込むんだよ。それで、どんな人間関係が書かれていたの？秀吉の周りには、織田信長、渡哲也や明智光秀、村上弘明、さらには妻の姉、沢口靖子など、様々な重要なキャラクターが登場するんだ。それぞれとの複雑な人間関係が書かれ、彼の成長をさらに深いものにしているんだよ。秀吉が周囲との関係でどう成長していくのかが見どころなんだね。その通り、また、竹中直人の演技が素晴らしく、秀吉の喜怒哀楽をリアルに表現しているんだ。ドラマの中で彼が発する決め台詞、心配ご無用は、その年の流行語にもなったんだよ。竹中直人さんの秀吉は、すごく印象的だよね。放送当時、視聴者の反響はどうだったの？視聴率は非常に高く、30% を超える平均視聴率を記録したんだ。このドラマは、若年層の視聴者層も取り込むことに成功し、その年の日曜20時に放送されていた民放の番組を圧倒したんだよ。それだけ反響が大きかったんだね。
秀吉はまさに大ヒット作だったんだ。まさに戦国時代を生き抜いた秀吉の人間味あふれる物語が、多くの人々に感動を与え、長く記憶に残る名作になったんだ。総評またはまとめ。1996年に放送されたドラマや番組を振り返ってみると、どれも個性が強くて、それぞれに大きな影響を与えたんだね。そうだね。ロングバケーションやスマップ。そして名探偵コナンなど、どの番組も視聴者の心をつかみ、長く続いたものばかりだった。特に名探偵コナンは、アニメとしても今もなお続いているから、その人気の高さがわかるよね。ドラマやバラエティが人気を集め、視聴者に愛される秘訣って、やっぱりキャラクターやストーリーが魅力的だからかな？その通り、特にスマップのようなバラエティ番組では、ゲストとの掛け合いやメンバーの個性が光っていて、視聴者との親近感が大きかったからこそ長寿番組になったんだ。秀吉のような大河ドラマも、歴史の中で生きた人物を魅力的に描いて、視聴者に感動を与えたからこそ、記憶に残る名作になったんだよ。ほんと、どの作品も時代を代表するようなものばかりだね。それに、今もその影響を感じることができるよね。そうだね。これらの作品は、今のテレビ業界や文化にも大きな影響を与えているから、これからも語り継がれること間違いなしだよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。